はいどうも、サイラです。今回はポケモンダイパリメイクで地下大洞窟で回復などをしてくれる山男の場所を紹介していきます。このチャンネルは攻略に役に立つ情報を発信しています。真面目な攻略からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。山男、こんな感じのキャラあちこちにいますが、話しかけるとこんな感じで回復してくれたり、アイテムと交換してくれたりと、地下大洞窟やる上で非常に大事ですよね。特にこの回復すごく助かります。地上であればどこからでも地下大洞窟に潜れますが、潜った場所によってスタート位置が変わるため、山男の場所分かりづらいですよね。なかなか覚えてなくって忘れてしまうってことあると思います。そこで今回は各町から地下大洞窟に潜った際のスタート位置と全ての山男の場所を紹介します。ポイントごとにチャプターをつけていますので、見たい場所まで移動して視聴してください。まずは各町から地下に潜った際のスタート位置を紹介します。10秒程度表示しておきますが、じっくり見たい方は再生を一時停止して確認してください。こんな感じです。行きたいところの一番近いところから地下大洞窟に潜ってもらえるように、これを参考にしてもらえたらと思います。続いて山男の場所を紹介していきます。まずは左下の場所、ここでの山男を表示していきます。対象となる町はここになります。それでは実際の場所を表示していきます。左下の場所はこれで終わりです。回復の山男はソノータウンが一番近いって感じですね。次は中央の周辺、ここの山男を表示していきます。対象となる町はこんな感じです。それでは実際の場所を表示していきます。中央の周辺の場所についてはこれで終わりです。回復の山男は2人いますが、ヨスガシティが一番近いって感じですね。次は中央の場所での山男を表示していきます。ここは狭いのでそれほど重要ではないんですけど、念のため表示していきます。
対象となる町はこちらになります。それでは実際の場所を表示していきます。中央の場所はこれで終わりです。エリアも狭いので山男の場所はあんまり苦労しないかなって感じですね。次は左上の場所の山男を表示していきます。対象となる町はこちらになります。それでは実際の場所を表示していきます。左上の場所はこれで終わりです。切っ先シティからしか行けないんですが、回復の山男までがすごく遠いですね。頑張ってここまで移動して拠点とするっていう感じがいいと思います。次は右下の場所での山男を表示していきます。対象となる町はこちらになります。それでは実際の場所を表示していきます。右下の場所はこれで終わりです。渚シティからしか行けないんですが、ここも回復の山男までが遠いですね。頑張ってここまで移動して拠点とするのがいいと思います。次は右上の場所での山男を表示していきます。これはクリア後から行けるところですね。対象となる町はここになります。それでは実際の場所を表示していきます。右上の場所はこれで終わりです。回復の山男はファイトエリアのすぐ横で、これが一番近いパターンですね。他は少し離れてるってあるんですが、本当に真横に出るっていう感じですね。以上で全エリアの紹介を終わります。地下大洞窟に入ったら、この動画の該当エリアのチャプターを選んで確認しながらやってみてください。最後まで見ていただいた方向けに回復してくれる山男の全部の場所を表示しておきます。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。感想コメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。